すごい大きい青空でよかったです今木。今日綺麗ですね。朝ものすごく寒かったんですけ日。本当寒かった。この冬一番の草取りが大変です。ど、そうですね。田舎にいるとそのね草取りとか虫とか、それが大変なんですよね。でもそれも含めてやっぱり共存っていうか、まあ、生きてる感覚があって、いいんですけどね。草も生えないようなところには住みたくない、これがその樹齢450年と言われています、推定、何の木でしたっけ？クスノキです。クスノキ、はい。でこれがまたよく燃えて、はい。五右衛門風呂なんですけど、はい。よく燃えていいんですよ。あ、そうなんですか。まあ給湯器もあるから、寒い時だけ焚きつけますけど、はいはいはい。本あ、その燃料として。当に、燃料として、追い焚きができないから、下から薪で、でも焚き付けにちょうどいい木です。あと焼濃の原料だから、防虫効果があるんですよ。ああ、なるほど。はいはいはい。本当にね、ここにクスノキがあるっていうのが、もうほんとうってつけというか、なんかわかりますかね、焼濃の匂いがちょっとわかりにくいけど、でこの木を削ってタンスに入れたりすると防虫剤になるし、本当によく燃えて、燃えた時のいい匂いするんですよ、このすごいいい香りがよく燃えるでしょうね、これ。よく燃えんですよ。この葉っぱもいい匂いやし、ほんまに、まあ同じ匂いがしますでも日本は伝統的なお寺とか神社行ってもやっぱりその歴史をまあ解説して字幕とか入れるんですけど、何回も火事にあったりしてるんですよ。なのでまあ、樹齢何百年とかっていうのもよく火事に遭われずに残ってるっていうのは、それだけでもすごいですよね。いや本当に日本家屋って本当に燃えやすいので、確かに火事に遭わないってことが一番大事なので、いや本当ですね。でもね、ここの家に来て初めてその奥戸さんとかもあって、まあ五右衛門風呂やし、こう火の使い方、教えてもらったりしたんですけど、火を見たら、こうシャキッとするんですよ。で暖かいし、ぬくもりとか安らぎとかもあるんやけど、このなんていうのか、ちょっとその反面危機感もあるので、なんかね、正気になるというか、火を見るって大事やなって思いましたね。なんかぼーっとしてちゃいけないなっていうところが、今何でもこう IH クッキングヒーターとか、もうほんまにね、オール電化とかでね、ぼんやりしちゃいますよ。全部安全、吹きこぼれもすぐ止まるんで安心みたいな感じになってますけどね。だから火はね、大事だと思いました。人間のこの根源っていうか、まさに多分人類が火を使い始めて初めてこう、人間としての歩みを始めたと思うんで、いや本当に、これからも、いや火がね身近になかったら逆に怖いなって思いました。この家に来てそういういろんなことを学びました日本にたくさん観光客来られてるじゃないですか、外国の方も。本当に日本を知って来られてる方は、ありきたりな観光はもう良くて、こういう地方の古民家で
もうお金出してでもいいからもう体験型の、ああそうですね、きっとね、滞在をしたいんだっていう。ただ見るだけじゃなくてね、でわざわざ普段アクセスが悪いようなところに来て、日本古来伝統的な住み方をして、自分でこう、火をつけてとか、で自分で料理したりとか、そういう体験をしてみたいんだって言って、本当に高いんですけど料金は、でもそういう旅行したいんだっていうの結構そういう需要が高まってきてるんで、旅行のあり方もだんだんそういうものにシフトしていくと、丹波市もそういうところをプロモートして、いやうってつけだと思いますよ、京都ばっかりじゃなくて、本当に県の方に指定される家屋っていうのはこのこの一帯全部、私ここの家に来ていろいろ今も関わって大工さんがいて、そこも代々大工さんで、いろいろこう私も知らないことだらけなんで聞いたら、例えば敷地にね竹やぶがあるじゃないですか、あれ八九竹言って、細めの竹ですよ、で春になるとそのタケノコも食べれるんやけど、なんであれが植わってるかっていうと、建材にしてたから、土壁には、八九竹の芯が入ってると、だからああいうものが結構このぐらい大きい家だとね、敷地に竹がなんであるんかなとか、食べるイメージしかなかったけど、ほんまに全部理にかなってて、入れることによってより強度を増すっていうことですね。そうなんですよ、梅の木とかだから松竹梅っていう言葉があるじゃないですか、あれもほんまに大事だったらしいです、松竹梅で、特に松、ここにも松あるけど、これも薬にもなるし、で木もね全部意味があって、木自体も土と木の相性とか、あとその木同士でこうコミュニケーションしてるって言うんですよ、だから松の木ってどの植物とも仲良しになれるみたいで、でその赤松の葉っぱは漢方にもなるし、松竹梅は日本人に欠かせないからおめでたいっていう意味になったんだっていう、どこの日本のお庭に行っても松はありますし、うちにも松は植わってます。そうですよね、梅もありますし、そう梅もあるし、で私この家に来て3年目なんですけど、梅干し毎年作るようにしてて、ここの敷地に5本あって、でその梅がやっぱりちょうど1年間通して必要な量取れるというか、ちょうどいいぐらいになってますし、殺菌効果とかあるから、梅干しってやっぱり欲するというかね、人間の体日本人に必要やなっていうライフスタイルで、ちょっと思い出したら口がこうそう酸っぱくでもね梅雨時とか、衛生状態がちょっと悪くなるじゃないですか。それが大変ですよね、その時に梅干しがすごくね、体にいいんですよ、食べたくなるんですよね、特に梅雨とか夏場とか夏場とか食欲がない時期とかに、そういうのがあると助かりますよね、そうですそうです。で冬場も体温める効果があったりとか、本当にすごいんですよ、日本人の知恵というか、生活の知恵が、ね。でもその丹波に来られた理由っていうのは、やっぱりこういう古民家に住みたいっていう形で来られた。そうですねやっぱり、でもご縁あってねここに来て、ほんまにこっちは大量にこう周りが自然ばっかりなんで、そうだから自然の過酷さも分かったけどいろいろ勝負得たり、こんなとこから生えてますね。これレモン私が買って植えたんやけどこれはちょっとこっちは日本古来じゃないけどうちも父が勝手にレモンを植えてました。なんかね
ちょっとこうほんもりさせたいなと思って結構これほっとくとめちゃくちゃ背高くなるんですよ。あ、本当ですか。はい、だからこういうふうに剪定しておいた剪定した方がいいですね。土がいいんですよきっと。全然大きくならないよ。ここは睡蓮とか植えて今日めちゃくちゃ寒かったもんね。そうガチガチになっちゃう。明日はマイナス1度で今多分3、4度ぐらい。寒い丹波でも12月でここまで下がるのあんまりないですもんね今の。はい、そうですよね。まあ2月とか1月とかだったらあるかもしれないですけど。本当に。あ、室内見ますかちょっと。おお、すごい。ヨガ教室をここ、その3つの部屋でやってて、はいはい。でこっちは奥戸さんがありますはい。はい。西宮神社の。はい、大家さんがね、神戸やから。はい。商売繁盛の。商売繁盛。これは銅板の機械ですね。これはでも西洋の機械ですけど、でもまあ日本のメーカーが頑張って作って。はい。でこっちが客間なんです。ここは映画のロケにも使われたことがある。そうなんですか。はい。すごいですね。ねえ、ヤクザものの親分の言ってる。たけし北のフィルムに出てきそうじゃないですか。ねえ、そう。アウトレイジとかね。本当ですね。まあでもちょうどいい感じで日が差してきますね。本当ですね。ちょうどちょうど縁側がこう出てるんで、いいですね。このラジオがなんと、この大家さんが、その終戦のその玉音放送をこれで聞いたっていう、すごいすごいラジオです。大家さんは今80歳なんで、そのお兄様が聞いたって言ってました。まあ当然ラジオしかないですもんね。ここから見える庭もまたいいですね。というかこっちからだとこう石とかのコントラストが見えるんで、パノラマが風景としてこう見えますよね。いいですね。ここが客間なんで、一番いいところです。まあ多分旅館だったらここが一番お値段が一番高い。そうですね。なんか昔はここからまあお客さんが入ってきて、でここからそっちからここに入ってちょうどありますもんね。でここ庄屋さんだったんで、その年貢を納めに来たりするのは、そこでそこでやり取りしてたらしいですね。だからそこが鍵かかるようになってて、いろいろね、まあここが仏間で、こっちが客間で、そっちが商売どころみたいなの。すごい。明治の家で。でこの大家さんのおじいさんまでが住んでたって言ってました。おじいさん。でそのおじいさんも書もやってらしてたの、書とか。おじいさんは書かれたんですか。らしいですね。どっちこれだったかな。おじいさん。
ここが本上田って言って、はい、上田家がたくさんあるとこあるんですけど、はいこの辺、はいで本家がここなんですよ。上に田んぼって書いて上。あ、はい、上に田んぼ、はい本上田ってで、はいで分家がまあ容器あって、このもうちょっとこじんまりとした規模で同じような作りの家が、東と北に1軒ずつあって、はいでここが本上田で、北上田東上田って言われてて、本当は東西南北あったらしいですけど、はい、広いですね。いやいや、で私たちまあ、生活スペースははいここの、まあ、ちょっと茶の間っていうか、はい本当はこっちが生活スペースで、はいちょっと汚いんですけど、はい私の作業台は本当はこっちはいのあったかいですね。はいはい、はいで台所あって、奥がお風呂場とトイレがあって、これ2階があって、はいでこの2階が、まあ、寝るスペースです。はいはい私らはこっちで生活してる。はいでこれ見てください、ここちょっと用心棒がこれうんそうだすごい。あと釣り竿とかあって、あ、すみません、汚いけどいやこれは素晴らしいです。はちょっといやうちの本家というか、本家も、ありそうですね。あったんですけど、刀をもずっと代々持ってたんですよ。でもうちの祖父がなんでか知らないんですけど、よう切れるからって言って、農具に刃物の部分を転用させて、でそれで使ってて、でもないって言われて。それ刀の部分でずっと保護しとけば今すごい重要なものだと思うんですよ。そうですか。でどうやらその代々伝え聞いた話によるとですけど、まあ事実かどうかわかんないですけど、まあ荻野直政赤井直政から配慮されたものだっていうふうに聞いてるっていうふうには言われてましたけど、それなんだったら残しておけばよかったなと。家宝になってて、武家だったんですね。革付けは武家ですね。もともとうちの窯もそうなんですけど。武家、でも武士っぽいですもんね。いや、なんとなく武士っぽいですもんね。でも外国人に説明するときはそういった方が便利なんで。確かに。ちょっと侍魂の残したいですね、日本に。いやすごい寒い中ありがとうございます。うちも寒いんで一緒ですよ。ちょっとね、暖かくして。